ということで、ミニマリスト渋が2023年に買ってよかったもの、手放したものをまとめということで、今年は荷台を使って引っ越ししたりとか、家も変わったので、結構新しく導入した家具であったりとか、それにちなんで使わなくなったものをまとめたので紹介していきます。ということで、ミニマリストが買ってよかったものということなので、買うことによって手間が減るとか、逆に持ち物の数を減らせるとか、ミニマルデザインで薄くてコンパクトでかっこいいみたいな商品に絞って、ここに今買ってよかったもの15個と手放したもの8個まとめてあるので、これを順々に紹介しつつ、で買ってよかったものに関しては最後ベスト5形式で紹介します。それ以外はもう順不動っていう感じで、一つ目がですね、この荷台ですね。これさっきコロコロ引っ越したこれなんですけども、僕今年引っ越しまして、もう業者を使わずに自分で荷物全部運んだんですよ。という時にこれを使ったんですけど、これのおかげで80キロ近くあるドラム式洗濯機をもう自力で友達の補助とかも使わずに運べたんですけど、これですね、Amazon で買った1万5,000円くらいする結構いいやつなんですよ。で、使わない時はこうやって畳んでおいてですね、普段ベランダに置いてあるんですけども、でこれ数ある荷台の中でも 400kg 詰めてめちゃくちゃ安定するってやつで、ドラム式洗濯機20万円する代物なので、転倒させて壊したら元の子もないということで、ここはちょっとちゃんとしっかりしたものを買いました。でね、今んとこちょっと赤字で、ドラム式洗濯機って市内だったら黒猫大和の宅急便で家具配達便みたいな形で一つだけ単品で運べるんですけど、それ使ったら7,000円くらいで済むんですよ。ただこれドラム式洗濯機運ぶために1万5,000円払ってるんで、ちょっともう一回今年も引っ越す時にこれ使わないと、元が取れないというか、現状赤字、業者に頼んだ方が安いやんっていう状況になってるんで、今年もう一回使いたいと思ってるんですけど、自力でドラム式洗濯機とか家の家財を全部運びたいっていう方はこれ本当にしっかりしてるのでおすすめです。続いて2つ目がこちら、マスキングテープです。皆さん気づいてもらえたでしょうか。今回の動画からなんとこのお部屋、その壁の細い部分が白くなっていて、でこれをこのマスキングテープを使って白くしてるんですけども、壁の細いところ幅木っていうみたいなんですけど、これマスキングテープで2,000円以下くらいで全部真っ白くできたっていうので、僕見てもらっての通りも真っ白いインテリアにこだわりがあって、茶色い床を賃貸で DIY したりとかっていうので、ただ僕築年数古い物件に住んでるんですよね。っていうのもあって、あそこが茶色くてそれが結構目立ってたと。でそんだけ白い床にこだわりがあるんだったら最初から白床白壁のとこ住んだらいいじゃんって言われるんですけど、そうすると新築で家賃が上がったりとか、そもそも自分が住みたいエリアに白壁白床がないっていうので、そこまでしてじゃあ白床のとこ最初から住みたいかって言われると、それこそそれで家賃が1万2万とか上がっちゃったら年間のランニングコスト24万上がるしなみたいなってことを考えたら、これ2,000円で張り替えができたりとか、ジョイントマットも込み込み1万4,000円くらい当時張り替えたんで、多少手間もかかるし若干ね、物も増えちゃうんだけど、そんだけ節約になるんだったらっていうので、この点このマスキングテープは本当僕のこの広い部屋でも2,000円以下くらいで済みましたし、それこそ引っ越しをする時に原状回復をしないといけないんですけど、これそんなに粘着力強くないので剥がすのも簡単っていうので、これは本当に手軽に DIY 楽しめてよかったですね。で続いて3つ目がこちら、じゃじゃん、ミニマル電動ドライバーですね。こちらシャオミのものなんですけども、これめちゃくちゃかっこよくないですか。つなぎ目のないシームレスなデザインにですね、このコンパクトさ、めちゃくちゃちっちゃいし、なんと今流行りの USB-C で充電できるっていうので、もうこれほんとね、家電っていうよりもなんかもう美しいガジェットとして、なんかもう所有欲、ミニマリストのなんか性癖に刺さるようなデザイン、ただただ美しいから買ったってわけじゃなくて、これちゃんと例えばあそこにある白いスツールであるとか、ソファーベッドであるとか、あと我が家ですね、1K の部屋をドア取っ払って、でドアなくしてワンルーム化してるんですけど、それドアを外すのに使ったりっていうので、
引っ越ししたタイミングで買ったんですけど、これがあるおかげで家具の組み立て分解も簡単になったし DIY もできるようになったっていうので、それでいてこんなにコンパクトっていうので、しかもこれいいのがですね、ちっちゃい専用のケースにそのドライバーのネジが何種類かこれもう最初から付属されてて、でここから必要なシーンに合わせてここマグネットでカパッとはまるんですけど、これであらゆる家具とかを組み立てすることができるっていうので、電動ドライバーの刃先はここ、本体はここっていうので、ここにまとめておけば物があっちこっち行ったりでこうなくさないっていうので、このまとまり具合の良さも気に入ってるポイントですね。続いてはこちらですね。ミニマルスタンド照明ということで、間接照明なんですけど、これなんと小さくコンパクトに畳めて、かつこの細いミニマルなデザインというので、僕すごいね間接照明大好きなんですよ。というのも、夜はですねあんまりシーリングライト、天井のライトとかをつけずに、もう間接照明の暖かい光ともうプロジェクターのライトだけで過ごしたいっていう人間なんですよね。っていうのと、あとねこの部屋のインテリアがあまりにも無機質すぎてちょっと寂しいっていうのもあって、かといってなんかごちゃごちゃ間接照明たくさん飾りたくないなっていう時に、この佇まい、一筆書き棒一本のもので、かつこれなんとめっちゃ小さく分解できるんですよ。だからこういうね高さがあるスタンドライトって引っ越しする時に大変だったりするんですけど、これ小さく分解できて引っ越しも簡単だし、で見てもらっての通りこれケーブルないんですよ。ケーブルレスでこれ USB-C でまた充電できるバッテリー付きの照明っていうことで、これねめちゃくちゃ気に入ってるんですけど、なんかもう販売終わっちゃってますね。っていうので、実はこれ僕めちゃくちゃ大好きな愛用品の一つで、買ってよかったものベスト5に入れるか迷ったくらい実は気に入って使ってる照明、ミニマルなインテリアにぴったりということで、こちら紹介させていただきました。続いて5つ目がこちら、何かわかるでしょうか。これなんとですね USB-C のめちゃくちゃちっちゃいハードディスク、これなんと 1TB ありまして、で今最近ねiPhone15 に買い替えてライトニングケーブルから USB-C ケーブルになって、充電ケーブルをねもう1本にまとめられる、もう僕もライトニング手放しちゃったんですけど、っていうので、ケーブルの数が減るだけではなくて USB-C ってこんな感じで iPhone に直差しすることで結構ね大容量のデータを簡単に転送保存できたりっていうので、これ 1TB あるんですよね。っていうので僕最近出張お片付けの企画やってるんですけど、あれ一度に6時間とか8時間くらいずっとカメラ回してるんですよ。っていう時に結構ね1回の撮影で50ギガから100ギガぐらい飛ぶんですよね。で僕 iPhone15 も一番容量でっかい 1TB 買ってるんだけど、それでも足りないっていうので、その片付け企画の素材は全部ここに保管してあるっていうので、これめちゃくちゃちっちゃいし充電不要だし、でこれスピードめちゃくちゃ速いんですよ。で iPhone15 のプロシリーズってその USB3.0 っていう規格なので、これと合わせると爆速でデータ転送できるっていうので、なんか僕ね今年から iPhone15 買う人って無駄にでっかい容量の買わなくてもいいかなと思いました。これ、それこそ僕 1TB のもうマキシマムな容量を買ってる、それはもう YouTuber っていう職業柄しょうがないんですけど、そうじゃなければもう 128GB とかもう最小限の容量を買って、でデータが溜まってきたらここに逃がすっていうのが今回 USB-C になってからめちゃくちゃ早くできるようになったから、なんか今後の iPhone はもう無駄に大きな容量を買わなくてもいいかなってこれを機に思いましたね。でこれ1万円なんですよ。価格も1万円くらいで買えるから。で iPhone って、容量120から256、256から512みたいな、容量1個上げるにつれてだいたい価格が 1,2 万円とか上がっちゃうから、ってことを考えると iPhone の容量を上げる金額分これ買ってもいいんじゃないかなっていうのはすごく思いましたね。これです。ロジテックの SSD でした。続いて6個目、これまた iPhone 絡みの商品になるんですが、これですね。後ろに貼り付いてるこの薄い板1枚状のシームレスミニマリストが好きそうなデザインのこちら、なんとマグセーフでパカパカ貼り付くですね、これモフトの七変化マルチスタンドという商品で、これマジですごくて、この板1枚状からこんな感じでパカパカ開いてですね、はい、iPhone に高さをつけて自立させられると。でしかもこれね横にもなるんですよね。こんな感じで
縦も横も両方いけちゃう。で、映像鑑賞はもちろん僕みたいな YouTuber にとっては、こうポッケから取り出して、で、パッとこのままカメラスタンドになって、で、両手が空いて、なんかこう商品レビューとかできるっていう、そう、めちゃくちゃ薄いカメラスタンドっていうので、当然カメラとして使わなくても、映像鑑賞とかにもすごい使いやすいっていうので、で、こんなにもコンパクトに畳めて、縦横いけるっていう、これ本当にモフトさん画期的な商品作ったなっていうので、めちゃくちゃ重宝してますね。続いて7つ目がこちらですね。これまた iPhone 絡みなんですけど、スマホ裏ケースのシンジモルという商品でして、ここに僕鍵とか入れてるんですよ。で、なんとこれ布なんで、こうバンカーリングみたいになって手も安定するっていうので、他にもこれカードとお札を入れてるっていうので、もう最近僕はこれを財布にして、で使わない時は外して、でさっきのこれですね、七変化マルチスタンドとかに、臨機応変にこうマルチスタンドとして使いたい時はこれ、財布として使いたい時はこれっていうので、結構マグセーフのアクセサリーで統一すると臨機応変に外したりつけたりができるので、すごい重宝してますね。続いて8個目に買ってよかったものはこちらのロリー 3-in-1 ワイヤレス充電器ということで、これ何かというと、これまた iPhone のマグセーフ商品なんですけども、パカッとこれ貼り付いて、で普段はこんな感じで輪っかの部分をこうバンカーリングにできて安定するっていうような商品なんですけど、これなんとここに USB-C がついているので、なのでこのまんま USB-C を挿すとですね、はい、充電ができてしまうという商品で、かつ最近僕Apple Watch を買ったんですよね。時計として使うっていうよりは、この iPhone 撮影中の iPhone とつないで、こっちでカメラの映像を確認して、でここでシャッターを押して操作するみたいな使い方をしてるんですけど、なんとねこれ Apple Watch もまとめてこのまんま、はい、2個同時充電できてしまうと。これ Apple Watch 以外もですね、はい、AirPods も充電できてしまいます。チーンって言ったと思うんですけど、なのでこれさえあればスマホと Apple Watch とこのワイヤレスイヤホン3種類充電できる上に、これ僕今使ってるのがこれ iPhone13 mini っていう、僕は撮影用でスマホ2台持っててサブで使ってるんですけど、これ iPhone13 シリーズだからまだUSB-C じゃないんですよ。ライトニングケーブルなんですね。ただこのミニのめっちゃコンパクトな軽さ、小ささすごい好きなので、15をメインで使いつつもこれは使い続けたいけれども USB-C ケーブルで充電できなくてライトニングケーブル使わないといけないっていう時に、これを使うことによって USB-C ケーブル1本でこいつも充電できる、 iPhone15 も充電できる、 Apple Watch もこれも充電できるっていうので、ケーブル1本にまとめるためにもこのワイヤレス充電器重宝してますね。続いて買ってよかったもの9個目はですね、こちらですね。アンカーナノパワーバンクという USB-C のモバイルバッテリーです。もうiPhone 絡みの商品はこれで最後。今年 iPhone15 になって本当 USB-C ケーブルになってっていうすごい進化が激しい世代だったので、割とその周辺機器を結構買い漁ってっていうのもあって、買ってよかったものが iPhone 関連の商品がちょっと多いんですけど、これが最後ですっていうので、これアンカーさんの口紅サイズのモバイルバッテリーで、これ何がいいかっていうと、この端子の部分が畳めてコンパクトになって、かつこれモバイルバッテリーとこれを2個同時充電できるっていうので、充電の手間暇も2個同時充電できて管理が楽と。でモバイルバッテリーでよくあるのが、持っていこうと思った時にモバイルバッテリーの充電を忘れちゃって使えないってことがあるんですけど、これ寝る前に iPhone とこれ2個同時に充電しておけば充電し忘れも減るので、かつこれ小さくてコンパクトなんで、手ぶらで外出をする時にポケットに入って身軽に移動できるっていう点でもこれはすごく気に入ってますね。でもっと言うと今モバイルバッテリーってマグセーフ型の背面につけるモバイルバッテリーとかもあるんですけど、それだとこの財布とかが使えないけど、これだったらマグセーフのアクセサリーも使いつつここで充電するっていうような感じで、この端子部分も含めて無駄なく使い回せるというので、この口紅サイズのモバイルバッテリー気に入ってます。続いて10個目がですね、こちらのスタッキングスツールになります。これですね。
もう僕の動画を見てくださってる方はもう何回も見たと思うんですけど、でこのスタッキングシェルフ何がいいかと言いますと、我が家机がない代わりにこの出窓を机にしてるんですけど、っていう時にこれ1個スツール1個だと高さが絶妙に足りないんですけど、2個重ねることによって高さが生まれて、でちょうどいい高さになると。でお客さんが来た時は1個だけ広げてこう来客用に使うとかで、これ自体をサイドテーブルにして使うみたいな。だから椅子の高さも上げられてサイドテーブルにもなって、で使わない時は重ねて小スペースコンパクトにできる。でもっと言うとですね、ここなんとネジを外せば小さく分解できるんですよ。さっきミニマル電動ドライバー紹介したと思うんですけど、あれを使って組み立てたんですね。でこれ買った時は結構コンパクト薄いんですよ。でこのスツール自体もだから分解すれば引っ越しの時に超コンパクトになるっていうので、サイドテーブルにもなるし、それこそプロジェクターをこうつなぐ時とかにもこう高さを上げられるしっていうので、本当にこのドシンプルなスツールって意外と使い道が広くて、しかも何がいいかってこれ足が浮いてるんで掃除もしやすい。クイックルワイパーとか床拭き掃除する時にも通過しやすい、奥行きがある分部屋が広く見えるっていうのがあって、この足つきのスツールシンプルなんですけども意外と使い道も広いし、シンプルなインテリアに合うっていうのでミニマリストの人におすすめです。で僕が使ってるのはこれ &NE っていう Amazon で買えるブランドの1脚5000円くらいのやつです。この手のスツールって一番有名なのがスツール60っていうアルテックっていうブランドのものがあるんですけど、僕それも試したんですけどそっち4万4000円とかする。で対してこっちは5000円くらいで、僕ね両方試した上でこっち使ってるんですよ。こっちは足が4つで結構安定してるっていうのと、スツールのここの部分がアルテックのものよりも薄くて、でかつ軽いで色もなんか真っ白な感じもあって、なんか僕はこれね、偽物というかリプロダクト品と呼ばれるような安物ではあるんですけど、こっちの方が気に入って使ってるっていうので、これ Amazon で買えるブランドのスツール使ってますね。ということで10個買ってよかったものを紹介したんですけど、ここからはベスト5ということで、僕が本当に買ってよかったもの上位5個厳選したので5位から紹介していくんですけども、第5位はソファーベッドですね。ローヤというブランドのソファーベッドで、あれ何がいいかというと、ソファーベッドなのに半分真ん中で切って小さく畳めるんですよね。だから横幅を半分にしてコンパクト、引っ越しの時も小さくできて便利だし、であれ足つきで浮いてるんですけど、なんと足の部分がソファー裏に収納できますと。でしかも足がついて浮いてることによってお掃除ロボットが下を通過できちゃうんですよ。で当然ソファーベッドなので、あんな感じで座面を下げてベッドにもできるし、来客時には座面を上げて、リラックスもできるっていうので、あとソファーベッドにありがちな肘掛けがない分高さが低いんで部屋を圧迫しないっていうので、もっと言うと収納部分って、物が多い人だったらあそこに物を収納できちゃったりするんで、空間も有効活用できる。でソファーとしてもベッドとしても 2way で使えるっていうので、価格も2万円台とそこまで高くないっていうので、実は多機能なソファーベッドで気に入って愛用しているものですね。あれの商品レビューで、あれが気になる方は概要欄に単体のレビュー動画まとめるので、そちら詳しくチェックしていただければと思います。で続いて買ってよかったものベスト4がですね、 iPhone15 Pro です。っていうので今この撮影に使ってて、手元にないんですけど、iPhone を買ってよかったものにありたことって僕過去一度もないんですよ。もう正直僕毎年仕事柄 iPhone11、12、13、14、15と買ってるんですけど、ぶっちゃけもう iPhone って、10、10ぐらいからそれこそホームボタンなくなって、でもお財布携帯もついてて、で11になってタピオカレンズ3つになって広角になってとか、なんかもうここ最近の iPhone ってそこまで進化してないっていう感じだったんですけど、 iPhone15 はめちゃくちゃマジで感動しました。久しぶりに iPhone 買って感動した。やっぱり一つは USB-C になったことでライトニングケーブルをようやく手放せて、もう家の充電規格、パソコンであるとか照明であるとか、あらゆるものを USB-C ケーブル1本でまとめられるようになって、ケーブルが減ったっていうのもそうだし、 USB-C が使えることによってこういう本来パソコンとかで使えたこういうハードディスクとかを使えるようになってっていうので、本当に USB-C のおかげ
で iPhone の使い方も家のケーブルのごちゃごちゃも快適になってっていうので、もっと言うと iPhone15 ね、今年軽いんですよ。20g ぐらい軽くなってて、10% 軽いんですね。で僕今年の iPhone から裸で使ってるんですけど、なんかそれくらいもう重くしたくない、本体が軽いからそのまま使いたいっていうくらい今年の iPhone は軽い。今までの iPhone って進化するためにどんどん重くなってて割と重量感あったんですけど、マジで今年は軽いし iPhone 自体がかっこいいんですよね。今回の iPhone からフレームがチタン製になって、なんかね、今までの iPhone14 までのフレームってちょっとね派手なんですよね。ピカピカになんか光沢があって、ちょっと成金感があるというか、ちょっと派手すぎたんですけど、今年の iPhone からチタン製になってデザインがシック、ちょっと落ち着いた感じになったし、で一番感動したのは iPhone15 のビデオ性能ですね。もう一眼レフ僕全部手放しちゃったんですよ。今まで14の時まではなんだかんだ一眼レフを使ってもうごっついレンズとボディを持って撮影したんですけど、もう15になってから動画性能上がったので、もうこれでいいやっていうので手放しちゃいましたね。今ちょっとね、あんまり画質重視のモードでなくてインカメ、普通にインカメで撮影してるんで、そこまで綺麗な画質では撮ってないですけども、結構 iPhone15 だけでもうほんと一眼レフに匹敵するようなクオリティ撮れちゃう。だから実際今年の Apple の発表会って一眼レフじゃなくて iPhone15 だけで撮影しましたっていう発表がされたくらい、なんか Apple から見てももう今年の iPhone15 からは一眼レフ使わなくてもいいよねってクオリティになったんだなっていうのは認めたってことだろうし、僕もそう思いました。っていうくらい実際 iPhone15 は結構ビデオ性能すごい上がってて、一眼レフも手放せたのし、なので今年の iPhone15 は USB-C ケーブルも手放せたし、一眼レフも手放せたしっていうので本当に買ってよかったです。今年の iPhone15 はマジで当たり年なので、 iPhone15 買うか迷ってる人は15強くおすすめします。続いて買ってよかったものベスト3はこちらですね。ジョイントマット。これ赤ちゃんとかの家によく置いてある柔らかいジョイントマット、これタンスの弦のものなんですけど、当時僕が買った時はこれ6畳7000円で、それを2セット買って1万4000円で DIY できて、今ちょっと値上がりしてるかもっていうので、ただ値段はそんなに高くないし、これ何がいいかっていうと、賃貸 DIY ってめんどくさいじゃないですか正直っていう時に、ただこれもうパズルでパカパカはめていくなのですごい簡単にできるんですよね。よくある賃貸 DIY のものってこうロール式でくるくる巻いて、で寸法を測って切ってみたいなものだったりとか、今置くだけのやつとかもあるんですけど、意外と置くだけだとね、ずれる時はずれるっていうので、ただこれはもう本当にパズルみたいにこうパカパカはめていくだけだから、設置がめちゃくちゃ簡単でいいですし、これ何がいいかって、赤ちゃんの床でも使うくらいなんで、そのまんま寝れてしまうっていうか、床に座っても痛くないし、これ今冬なんですけどめっちゃあったかいんですよ。断熱効果が高い、床冷えしないから、これ敷くことによってなんかフローリングだけど畳さながらに過ごせるし、部屋も暖かくなるし、でそれでいてちゃんと真っ白くなんか部屋の雰囲気を変えられるんですよね。本格的な賃貸 DIY のものに比べたらちょっと質感とか若干安っぽさあるかもしれないけど、パッと見た雰囲気でいうと全然これで十分っていう。でむしろなんか例えば家の中でこう物を落としてしまったりとかした時も柔らかいから、そのスマホの画面が割れない、傷つかないみたいな、なんか機能性も見た目も一新できるっていうようなこのジョイントマット、僕本当に気に入ってますね。で値段も安いしっていうので、これは本当に買ってよかったですね。僕使ってるのはタンスの弦っていうところのメーカーなんで、これ概要欄に貼っておきます。続いて買ってよかったもの堂々の第2位はこちら、世界最小サイズのお掃除ロボットスイッチボット K10 プラスということで、めちゃくちゃちっちゃい世界最小サイズと謳われている、床拭きもできてかつ吸引もできる 2way の掃除機で、かつここのダストが勝手にゴミを吸い上げてくれるので70日間手入れ不要っていうので、ここをパカッと上げるとですね、はい、ここにゴミ袋のフィルターがあって、掃除が終わるとここに勝手にゴミを集めてくれる。で70日間に1回こいつを捨てるだけで掃除が全て完結してしまうっていうので、ちなみにね、僕ちょっとあんまグロいから見せたくないんだけど、もう半年ぐらいずっと使ってこの中に大量のホコリと毛が入ってるんですけども、で今までのお掃除ロボットってそのお掃除ロボットが掃除した後のダストボックスを自分がゴミ箱に入れてっていう、なんかこうお掃除ロボットのメンテをしないといけないっていう手間がかかってたんですけど、これはもう自動で勝手に吸い上げて70日に1回でいい。ただ
このダストボックス付きのものを選ぶと手間は減るんだけど、その分このダストボックスを置かないといけないし、それがいかんせん結構でかくて、で他のメーカーのやつってお掃除ロボットもこのダストの部分も高さがあってでかい。だからその部屋に置いた時の圧迫感がすごいっていう感じだったんですけど、もうこれは本当に世界最小サイズってことだけあって、片手でつかめるくらいコンパクトでダストの高さも抑えられてるっていうので、なんでこれこんなに小さいかっていうと、これ日本人向けに作られたお掃除ロボットで、それこそルンバとか一般的なお掃除ロボって海外の広い家に向けて作られたものが多いんですけど、これはもう日本人サイズ向けなのでコンパクトになってるっていう感じで、ミニマリストのためのお掃除ロボットとも言っても過言ではないくらい、実際僕もう本当にこれが欲しすぎてスイッチボットさんに自分から営業して、すいませんこれちょっと発売前に使わせてもらえませんかっても僕からお願いして PR 依頼させてもらったくらいですね。もう本当にお気に入りのものですね。でさらにいいのがこれ値段が6万円くらいで安いです。6万円って安くないだろうと思った方いるかもしれないんですけど、このダスト付きのやつって他のメーカーだと平気で10万円超えてくるようなものばっかなんですよ。10万円超えが相場なのにこれ6万円なんですよね。で今回なんとこの動画を見てくださってる方向けに、こいつが4万3000円くらいで買えるクーポン発行していただきました。これ1月18日まで。これも僕がお願いしました。だからPR とかではなくて、で、今回もですね、僕からスイッチボットさんにもお願いをして、僕のフォロワーさん向け限定のクーポンを発行してくれませんかってお願いしたところ、なんと発行してくださいました。だから今回の動画 PR ではなくて、僕が本当にこれ買ってよかったもので、かつ結構僕の視聴者さんでもこれ欲しいって方がいるんですよね。ただやっぱり今貯金中、値段がそこそこするので貯金中ですみたいな人が結構多くて、っていう人に向けてちょっと安くできないかなとお願いしたところ発行してくれたので、ぜひこれ気になっている方は概要欄のクーポンから購入してみてください。価格59,800円が43,000円くらい、17,000円オフ、ざっくり25% オフくらいで購入できるようになっているので、ぜひ気になってた方チェックしてみてください。ということで1位ですね。2023年にミニマリスト支部が買ってよかったもの堂々の1位はこちらのスニーカーです。なんと6年ぶりにスニーカーを買いました。初公開っていうので、ミニマリスト支部といえばコンバースのオールスターというイメージが多いと思うんですよ。僕ももうね、あれはずっと本当に大好きに使ってたんですけども、ちょっとね、靴紐が切れたりボロボロになったタイミングで、なんか同じの買うか迷ったんだけど、でもちょっとリピートする前に他の試してみるかというところでこれ買った結果ね、もうこれしか履けなくなりました。今までの靴が馬車だとしたらもうこれスポーツカー。今までの靴がガラケーだとしたらこれはもうスマホっていうくらい本当に歩きやすくて感動しました。というかもう僕2023年に買ってよかったものどころか、28年の人生で一番買ってよかったもの何かって聞かれたら僕これ答えますね。っていうので僕実はこれ買ってまだ2週間くらいです。2週間くらいなんですけど、もうね、履いた瞬間にあまりの歩きやすさに感動しすぎて、なんで今までこれ俺もっと早く買わなかったんだろうっていうくらいのスニーカーで、これオンっていうブランドのクラウドモンスターっていうスニーカーなんですけど、すごいソールしてますよね。穴が開いててちょっとソール厚めで、ここ真ん中に空洞があって、でここに段差があるんですけど、このねギミックがすごくて、本当にクッション性もすごくて全然歩き疲れないし、この構造のおかげで勝手に足が進むから歩行速度が 1.2 倍くらいになるっていうので履くけど、これマジでいい。もう僕本当になんか死ぬまで、もう人生死ぬまでなんかこの靴しか履けないんじゃないかって思ってるくらいですね。これマジで履きやすい。全然違う。このソールとつま先の高さのおかげでもう勝手にね前に進むんですよ、足が。でしかもめちゃくちゃ軽いんですよねこれ。これスイスのブランドなんですけど、オンっていうのが、結構トレッキングシューズとかを開発してるブランドっていうこともあって、ソールとか歩きやすさへの追求が本当にすごいで、よく履き心地がいい靴に言われるのが雲の上を歩いてる感覚みたいな。僕それこそ昔ミニマリスト初期の頃にもうニューバランスのスニーカーしか履かない、ニューバランス3足ローテーションしてたくらいで、それこそ雲の上の履き心地で有名なニューバランスの M1300の型番、あれ1足4万円とかするんですけど、そういうものも試した上で、ただこれが本物の
雲の上を歩いてる感覚だったんだっていう。なんかニューバランスを悪く言うわけじゃないけど、ぶっちゃけマジの信者だったからこそ言えますけど、それこそスティーブ・ジョブズとかも愛用してたニューバランスのスニーカー本当に好きだったんで、だからこそ言えるけど、もう歩きやすさ一点においてはこれ段違いで勝ってますね。これが令和のスニーカーかと。もうやっぱりさ、スニーカーも言うて、それこそ僕が履いてたコンバースとかニューバランスとかアディダスとかいろいろ昔ながらのメーカーってあるけど、ただスニーカーも言うて化学の世界、科学の世界だからこそ、こういう最新ブランドのものもちゃんと目を向けて履いた方がいいなっていうのは今回のスニーカーで思いましたね。やっぱなんか定番、とりあえず定番品買っとけっていうのでコンバースとかニューバランス愛用してたんですけど、いやこんなにいいブランドあったんだっていうので、このオンさんのクラウドモンスターマジでいいです。で、僕1日1万歩歩くっていう生活をしてるから、そのスニーカーの機能性がいいだけでこんだけ街を歩きたくなるんだ。結構ね、外を歩くのが習慣にならない、散歩とかウォーキング習慣化できないよって方は、なんかスニーカー買い替えた方がいいなと思いましたね。そうそう。やっぱ靴がいいと歩くのも楽しくなるし、で、これもうめちゃくちゃ軽いしっていうので、でも本当に僕ね、この靴だけで10分くらい語れるっていうくらい、マジで今年とかもう人生で買ってよかったものを1位にしたいくらい本当に気に入ってるスニーカーです。で、もっと言うとこれソールが厚いから、そうそう、身長も漏れます。ソールが4センチくらいあるんで、結構スタイルもよく見えるっていうので、男性の人はこれで多分身長4センチくらい漏れますねっていうので、スタイルもよく見れるし、歩きやすいし、っていうので、これ本当に最高。もうマジで買ってよかった。しかもこれなんとお値段 19,800 円。安いというかもっと値段高くていいと思う。これ価格バグってます。19,800 円だから、決して安いスニーカーではないけど、さっき言った僕が履いてたニューバランスの1300の型番とかって3万円とか4万円しますし、でもこれ 19,800 円、1万円台、2万円なんですよ。これぶっちゃけ本当に3、4万取ってもいいと思うっていうくらい本当に履きやすいし軽いし、このデザインも、ちょっと最初ね、奇抜。このちょっと穴が開いてるデザインちょっと奇抜だなとか思って、ぶっちゃけコンバースのオールスターの方がデザイン的には履き回しもしやすいなと思ったんだけど、このソールの部分こそ癖強いけど、割と正面から見るとすごいシンプルなデザインだしっていうので、ね、かっこいいよね、これ。で、何より歩きやすい。もう言いたいことがありすぎるけど、本当に毎日使うものじゃないですか、足って。もう出先にいるときはずっと履いてる。それこそベッドも睡眠時間8時間だからいいものを買えとか言いますけど、スニーカーも外を歩いてるときはずっと履いてるもの、下手したら8時間、10時間とか履いてる人いると思うんですけど、本当スニーカーはこだわるべきだなと思いました。で、これを買おうと思ったきっかけの一つはファッション YouTuber のゲンジさんとメンタリスト DAIGO さんっていうので、なんかメンタリスト DAIGO さんがマジで買ってよかったものとかで言ってたらしくて、で、それを見たゲンジさんが買って、で、ゲンジさんがまた絶賛してるみたいなところの動画を僕が見て買ってるっていう。でもなんか本当に絶賛して布教したくなるのがわかるくらい、僕も現にこうやってもうめちゃくちゃ買ってよかった、もう買えとか言ってるくらい、マジでなんかこれ人に布教したくなるくらい、魔力があるっていうので、マジでこれ買ってよかったっていうのが、はい、オンのクラウドモンスターというスニーカーでした。っていう感じで以上僕が買ってよかったもの15個まとめでした。で、ここからは手放したものを紹介していきます。当然こういうスニーカーを買ったからコンバースのオールスターは使ってないっていう感じで、僕ワンインワンアウトっていう感じで1個買ったら1個手放すっていう生活を心がけて、できるだけ物の数は増えないように循環させていくっていうふうにしてるので、ちょっと使わないものが出てくるというので、はい、一つ目はですね、あれを買ったことによって紙製の折りたたみペーパーベッドは使わなくなりましたね。で、それにちなんでスツールも買ったので、折りたたみの紙のスツールがあったんですけど使わなくなったと。なので紙で折りたたみ式のものは使わなくなって、あれね、引っ越しにちなんで使わなくなったっていうのは一つ理由なんですけど、やっぱ紙製のものでちょっとやっぱ申し訳ない、おすすめしといて申し訳ないんですけど、結構ちょっと耐久性がやっぱりあんま高くなくて、やっぱ使っていくうちにその段ボール部分がへこんでしまうっていうのはちょっと使ってみて 1,2 年使って、で結果消耗してボロボロになって手放してしまってるので、あれはあくまでちょっと来客用で使うとか日常使いよりはたまに使うくらいの方が耐久性の観点から言っても長く使い続けられるかなとは思いました。続いて手放したのが eWin という折りたたみのスタンディングデスクなんですけど、正直今でも使いたいくらいお気に入り。小さく畳めて、かつキャスターで臨機応変にコロコロ転がして移動できて、で
高さも自在に調整できるっていうのでめちゃくちゃ気に入ってたんですけど、この家に引っ越してきて出窓を机にするようになったから、机は2つもいらないと。でもっと言うならこのジョイントマットを使ってるから重いものを置くとへこんでしまうんですよね、これ柔らかいから。っていうその我が家の間取りの観点でちょっと合わなくなってしまったっていう感じで、スタンディングデスクは今使ってないですね。で続いてはミニ保温庫ですね。我が家冷蔵庫の代わりにキャンプとかに持ち運べるちっちゃい保温庫使ってたんですけど、荷台で引っ越しするタイミングでちょっと落としてしまってですねはい壊れちゃったんですよね。そのタイミングで手放しましたね。ただもともと冷蔵庫なし生活してたっていうのもあって、ないならないでいいかっていうので結局この1年間過ごしてきたので、またもし自炊とかにはまって例えば納豆を保存したい、調味料を保存したいみたいになってきたらまた買うかもしれないんですけど、ちょっと壊れてしまったので一旦なしで生活して1年経ったっていう感じですね。で続いて手放したものはスマホケースですね。僕今もう iPhone を裸で使って、で iPhone15 はもうそのまんまが一番かっこいいし、マグセーフも臨機応変に取り外しできるしっていうので、今ちょっと iPhone15 になってからはケースを使わないで裸で運用してます。ただこうしてしまうとiPhone 僕毎年13、14、15と古いのを売って下取りに出してるから査定金額が落ちちゃうかもしれない。 iPhone を通した時に傷ついて査定金額が下げられてってことになるかもしれないので、そこはちょっと気をつけながら使うようにしてます。で続いては折りたたみスマホですね。すいません、結構ね僕イコール折りたたみスマホってイメージもあると思うし、使ってますかってめっちゃ聞かれるんですけど、今はもうiPhone2 つ折りたたみスマホじゃなくてもう iPhone2 つが一応僕のライフスタイルに合ってる。スマホでスマホを撮るとか、やっぱねスマホがちょっと僕2つないと YouTuber っていう職業からなかなか困ることもあってっていう時に、やっぱり折りたたみスマホだと確かに2つのスマホくっつけたような画面の広さで便利なんですよ。いや折りたたみスマホぶっちゃけ今も使いたいなと思うんですよ。スマホがこうパカッて開いてタブレットにもなってペンも使えて 2-in-1 な感じがまさにミニマリスト的でめっちゃいいなと思うんだけど、僕のライフスタイルからスマホが2つあった方が便利だし、結構折りたたみスマホってスマホ2つ重ねたみたいな構造してるからちょっと重いんですよ。っていうのもあって、その重量分2つ使った方が分離別々で使えるしコンパクトだしなっていうのもあって、折りたたみスマホ今でも興味あるしまた買い戻すかもなとかは思ってますけど、現状使ってない、手放した、売りに出しましたっていう感じで、最後に手放したものがライトニングケーブルですね。もう我が家充電ケーブル全部この USB-C iPhone15 を買ったことによってライトニングのものがなくなったので、ライトニングケーブルは今ありませんという感じで手放したもの報告でした。ではでは。